どうも、スマッシュログ TV です。よろしくお願いします。お願いします。さて、今回はですね、黒選手に加えてゲストとして、シュガーゼロ選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。お二人ともよろしくお願いします。さあ、ということで今回はですね、マスターズの全ゼータ戦を振り返りながら、チームの裏側や大会を通してですね、印象的だったシーンなどについて伺っていきたいと思いますので、お二人ともよろしくお願いします。お願いします。お願いします。あれ、お二人とも元気ない？疲れてる？もしかして。元気もりもりですよ。ほら、シュガーゼロさん何も言ってないじゃん。ちょっと朝なので。さあ、それでは早速ですね、初戦の DRX 編について伺っていきたいと思います。こちら、まあ、どうしてもね、26の5かな ?2 つ合わせてね、苦しい展開ってなってましたけど、まずはまあ、黒選手から DRX 戦、初戦いかがでした？いやーもう、ちょっと、相手がとにかく上手くて、自分たちも用意してきたものがあったんですけど、なんかそれを上から突破してくる感じがきつかったですね。あと、あの試合、めちゃめちゃ相手のパフォーマンスが良くて、全員。それはもうちょっと、やばすぎましたね。逆に言うと、ゼータのパフォーマンスはどうだったんですか？まあ、自分たちのパフォーマンスを測定不能レベルで破壊されましたね。なんか自分たちの調子がどうとかもう関係なく、それを測りきる前に倒されるみたいな。まあそうだよね。13の2とかになると、自分たちのこの作戦とか動きこうだったねとかって言う前に何もさせてもらえないに近かったっすもんね。そうですね。まあラウンド的にはボロボロだったんですけど、なんかちょっとした自分たちのミスで、まあ、そこを修正できればあとちょっとで勝てたよねみたいなラウンドはいっぱいあったんで、まあ、それは試合途中では明確には気づけなかったんですけど、後から見直して分かってみたいな感じでしたね。いや、ヘイブンのさ、バズも強いしさ。やばかったっすよね。やばかったな。空中3人落とすやつやばくなかったあれ。バズどんな視点だったんだこれですね。これですね。うわマジかよ。そうどんな視点だったんだろうと思ったらこんな、いやそうですね。これは無理だわ。これはエグいですね。あれなんか自分は、その3人じゃなかったんで分かってなかったんですけど、後から見直した時にやべえことしてんなっていうのを見て、いやこれは無理だわみたいな。だよね。大会ではログしか流れてなくてリプレイであのシーン出てきたんだけど、まあ他の大会ではあんな空中抜き3人ないよねっていうのとか。ゴリゴリでしたね、あの試合は。シュガーゼロさんいかがですか、あの初戦？いや正直や初戦のディアルク戦は記憶から消しちゃったので記憶から消しちゃうレベルでちょっとやばかったんで、そうか、大会特有の初戦のなんか緊張感プラス、DRX のすんごいペースで終わんのがひたすら早く感じましたね、あの試合は。もうなんか気づいたらもうハーフラウンド終わっちゃってみたいな。で気づいたらジャンプを落とされて、気づいたら2マップ目負けてみたいな。そうか。まあバロラントとしてはしかもオフライン初の世界大会ですもんね、ゼロさんとしても。そうですね。終わった後かな、どうだったの？あのチームの雰囲気。終わった後は、俺も悔しすぎて、なんかグータッチしたじゃないですか、最後。もうそれからなんかずっとギューってやっちゃって、爪の跡ついちゃいましたね、なんか悔しすぎて。練習で DRX は結構やるんですけど、全然違くてもレベルみたいのが、俺世界で一番強いだろうってみんなで話してましたね。ああ、なるほどね。他の、まあ、スクリームとかも踏まえて、他のチームとより、もしかしたら DRX が一番強いんじゃないっていう。そうですね。お二人に聞きたいんですけど、どうなんですか、その後なんかこう、コーチ陣とかみんなでこう、なんか話し合いとか、その日どんな感じの話してたんですか？どうだろう。負けた後って結構独特の雰囲気というか、負けた理由が、はっきりと分かってれば、なんか修正点ってすぐ出るんですけど、あの試合って本当に試合見返すまでどうやったら勝てんのかなっていうのがなんか出てこなくて、多分みんなそれを考えてるから無言になっちゃうみたいな感じですよね。気落ちはまあしないと言ったら嘘にはなるけど、とにかく多分みんな次のことは考えてるんですけど、わからないみたいな試合見返すまではちょっと口数はみんな少なかったですね、さすがに。いや、まあそうだよな。結構大会後思い出して、あのシーンこうしてればよかったなとかって結構あるんですけど、こうしてれば勝つなとか、もうそういうの一つや二つじゃもう勝てるレベルじゃなかったんで、あの試合は。ほんときつかったですね。ありがとうございます。まあそんなスタートを切ってね、多分僕らもそうだし、見てるファンのね、皆さんもこう、本当に壁って高いんだなって改めて
あれだけ国内で強かったゼータがこんな、なんだろうな、ほんと26の子だから、何もさせてもらえないのか、世界強えと思ってたんですけどね。ここからですよね。はい。続いて、フナティック戦。シュガーゼロさんどうですか？なんか印象的な試合、なんか内容とかありました？フナティック戦。フナティック戦は、自分のシーンになっちゃうんですけど、はいはいはい。相棒のファーストラウンドの、ロープの2キルが、割と記憶にあって。あれはやばかったね。抜かれる。もう一個来た。2本目。フィアが倒した。シュガーゼロ。ワンワン。よー！ワイヤー！ワイヤーから行きました。いや、そしてワイヤー持ってさらっと解除。あれはなんか見返したら残り3発で全然それ見てなくて、それで見クイックしちゃって外したら終わりっていうシーンで、なんかメンタル強えなこいつって見返して自分で思いましたね。メンタル強えなこいつね。まあ自分のことをね俯瞰で見てってことで。そうですね。気づいてなかっただけなんですけど。あそこ取れてないとまたちょっとね、このピストルラウンド取るか取らないかってやっぱ重要ですからね、勢い的には、ね。そうですね。まあ、あと、ダークの代わりのハイパーがすごい強くて。確かに。シェリフとかバコバコ抜いてきてめっちゃ強いじゃんと思って。そうっすね。思ったよりハイパーさすがなんか、そうですね、ダークの代わりになる選手だなと思いましたね。フローさんいかがでした？フナティック戦。まあ正直、自分はちゃんと練習通りやれれば勝てるなと思ってたんで、とにかくいつも通りを意識してやってたんですけど、 DRX 戦がかなり大会独特のミスが多かったんで、それはだいぶ改善されて、練習通りに近い内容で戦えたのが良かったなって思いましたね。特に見てる側もフラクチャーの前半のラウンド差とか見てるとめちゃくちゃ気持ち安心だったよね、見ててね。よしよしよしっていうね。タワーの守りとかすごい安定してたじゃないですか。ショーティーでね。そう。ゼロさん、あそこはなんかこう、ちゃんと味方でこう、味方とタワーは絶対そういう風に守るよみたいな、なんだろうな。あるんですよね、多分ゼータとして。まあ、最強なんで、あそこはショットガン。ラーさんもファーストでヘッドハンタープラスショーティーでよくやってるので。ランドしながらね。めっちゃ強いんで、あそこ。ランクとかで流行ってほしくないです。絶対流行るだろ。絶対流行るだろ。流行っちゃうけど。でもさ、もう負けたら終わりの戦いが続いて、その中で次がフナティックで、クローさんもね、先ほど緊張とかプレッシャーある中で、いつも通り自分たちの戦い方できたって話ありましたけど、シュガーゼロさんが個人配信で、緊張全くなかったけど、プレッシャーはあったみたいな話されてましたけど、実際本当に緊張もこの辺もなかった感じですか？なんか最初の方のステージがあまり大きくなかったので、正直全然緊張はなかったんですけど、PRX 戦から会場が変わったじゃないですか。そうですね、大きくなる。あれはもうめちゃくちゃ緊張しちゃっていや、そこまでは全然緊張しなかったですね。そこか、ステージ変わった。いつも通りの練習みたいな感じの規模だったので大丈夫だったんですけど。そうか。そうですね。黒さんどうですか？緊張とかプレッシャーでいくと。僕は日本大会からそうなんですけど、始まる前が一番、その大会が始まる前が一番緊張してて、始まっちゃえば大丈夫なタイプなんで。なるほど。だからその練習最終日とか、1戦目始まる前の時間とかが一番緊張してて、ホテルで起きた時からこう準備してバスで移動してる時とかもちょっと緊張そわそわしながら、逆になんかお二人から見てて、この選手このシーンめっちゃ緊張してたよねとかってあるんですか？なんか試合中はあれですけど、その試合前とか普段ホテルで移動中とかも含めて。みんなでも普通だったよね。みんな普通でした。なんかやばそうだなとかはなかったし、自分でもなんかみんなやばいって言ってる人はいなかったから、結構こういうタイプなんだなって見てました。みんな経験値というか高いところもあるしね。さあ続いて NIP 戦、ブラジルですね。シュガーゼロさんいかがですか？ NIP 戦。NIP 戦は正直自分たちは結構めちゃくちゃ楽に勝てるかなと考えてたんですけど、そうなんですね。思ったよりすごい強かったですね。想像してたより強かった。スプリット落としちゃったんですけど、スプリット結構自信あるマップで自分たちの中で、それがなんか自分たちのミスで、あと少人数制とかで落としたのが多すぎて、自信あるマップ負けちゃったのがちょっと来ちゃったんですけど、ちょっとやばいですね、フラクチャー逆転勝ちは。いやほんとすごかったよね。もちろんね、スプリットはピックマップで自信あったけど落としてしまった。アイスボックス相手のピックマップでなんとか取り切った。フラクチャー12の8からねあん時チームの勢いは良かったですよね、多分ね。ボイスチャットも含めてですけど、あそこ逆転劇。そうですね。クロウさんどうでした？ NIP 戦。
NIP 戦は、フナティックで1勝できたんで、もうこのまま、もう多分ノリに乗っていけるなって思ったんですけど、このスプリットで出花くじ変えた感じでしたんですけど、なんか全試合そうなんですけど、とにかく雰囲気が良くて、結構ピンチなシーンはあるんですけど、あんまり負ける気がしなかったですね。まあさすがに82の3対5はちょっとやべえなと思ったんですけど、もうそこを超えてからは、もう勝てるなって。あ、なるほど。そうだよね。あれ、取ってくれた時どうでした？もうあのシーンって多分、クロー選手とラズ選手がもう倒されてたじゃないですか。どんな気持ちだったんですか？覚えてます？なんかあの辺って。どうだったっけな、なんか3対5になった瞬間に、デップが、なんか、諦めんなみたいな言ってて。なんで笑ってんの？いい話じゃん。いや、試合中に、しかも生きてる人間が、それ言えんのすごいなと思ってたら終わってましたね。ああ、そういうことか。戦いながら、もういろんな状況をこう把握しながら、こう自分で、もちろんね、自分が生存してるのに、諦めるな、まだいけるみたいな感じを、デップが言ってたってことか。それを声掛けしてて、ラウンドの途中だったよね、あれ。多分。そうだよね。で、みんなもそれに応えるかのように、ちゃんとなんか3対5の正解の動きをしてて、で、打ち合いにも勝って、もうちゃんと取り切ってくれて、まあでも本当に3対5とかでも勝てるポテンシャルを持ってるメンバーなんで、確かに、なんか悲観的になることはなかったんですけど、あの状況でちゃんと取り切れるのはすごいなと思いました。そうですね。いろいろ思うことありますけど、まあデッポ自身もなんかインタビューで言ってましたもんね。なんかみんなのこう暗い顔を見るのが嫌いだからなんか声出してましたみたいなね。ああいうあとは1ラウンド取られたら負けの状況、本当になんか極限状態すぎて、ちょっとでも気持ちでなんか負けて、もう無理だと思った瞬間負けるなと思ってて、でも声かけやっぱ大事だなと思いましたね。ラズさんの絶対勝てるぞこれみたいな。なんかどうなんですか、そうクローさんとラズさんがこうちょっと先輩風吹かすタイミングってないんですか？なんかナイス、よくやってくれたね、3人ナイスみたいな感じのさあと俺らが引っ張ってこうでも何でもいいさ。ラズさんでもなんか、めっちゃこういうキャラだと思わなかったぐらいで声かけするなと思いましたね。確かにあれは俺が見てきた中でも結構声張ってるラズでしたね。いやそうだよね。なんかあんまり風の噂とかあと裏側の話っていうのはまあそこまで信用してないし、あんまり表では言わないんですけど、基本的には国内の大会とかも含めてラズ選手って結構静かめな選手とはなんか聞いてたので、クロー選手がまあ今まであんまり見なかったぐらいやっぱり声出てたってことなんですね。そうですね、オフラインでああいう感じなのは初めて見ましたね。2人の伝統芸、スネークバイトとショックボルトいやあれは気持ちよかったですね。いやもうめっちゃ気持ちいいよね、2人とも